実はチャプター5には日本に関係する可能性がある重要な伏線があります。今回の動画は日本人なら誰もが気になっているであろうプレイタイム社の東京部署についてです。資料を調べていくうちにある可能性が浮かび上がりました。それは主人公が東京部署にいた可能性です。この仮説のきっかけとなったのはある視聴者さんのコメントでした。まずは結論を解説する前に重要な前提について順を追って説明していきます。誤訳？そのコメントとはエディの出張日程についてのものです。原文を見ると7-12と書かれており、つまり7日から12日までを意味しています。しかし日本語版ではこれが7日と12日と翻訳されていました。この違いに気づかせてくれたのが視聴者さんのコメントです。コメントしてくださりありがとうございます。原文は確かに7日から12日までと書かれています。もしそうであるならエディは8月8日の喜びの時間を回避していた可能性が生まれます。これは前回の動画でも触れましたが、実はチャプター5ではこのような原文と日本語の違いが比較的多く見られる作品でもあります。例えばプロトタイプが言った人間を連れてきたという発言についても混乱している方は多いのではないでしょうか。なぜここまで原文と違う表現が生まれているのか、翻訳は本当に正確なのか疑っているわけではありませんが、念のため確認してみることにしました。そこでクレジットに記載されている日本語翻訳者を確認してみました。特定できたのはボーナスステージというゲーム翻訳会社です。この会社はチャプター3や4の翻訳も担当しており、その流れでチャプター5も翻訳した可能性が高いでしょう。ちなみにチャプター2は全く別の会社が翻訳していました。ここで分かったのは紹介されているメンバーの多くが日本人であるという点です。つまりこの会社は英語ゲームを日本語に翻訳することに特化した会社ということになります。そのような会社が先ほどの原文を見落とすでしょうか。ここに大きな違和感が生まれます。単なる誤訳として片付けてしまうのは少し早いかもしれません。これはモブが仕掛けたミスリードである可能性が高いです。全言語ローカライズ。しかし英語と日本語だけで判断するのはまだ早いでしょう。なぜなら日本語以外の言語でも同じような翻訳がされている可能性があるからです。チャプター5は実に10カ国以上の言語にローカライズされています。そのためわざわざ全部の言語を調べるのは非常に調べました。レイスとエディのテープの該当部分を確認したところ、他の9言語すべてが原文と同じ意味で翻訳されていました。つまり7日から12日までの6日間という解釈です。日本語だけが7日と12日という2日間の意味になっています。さらに他のシーンについても気になり、いくつかのセリフや資料を全言語で比較してみました。すると驚くべき結果が見えてきました。まずプロトタイプの人間を連れてきたという発言です。他の言語ではここは人間かもしれない存在というニュアンスで訳されていました。具体的には部外者、異邦人、見知らぬ人といった意味合いです。つまり人間ともおもちゃとも取れる表現になっています。しかし日本語ではやや人間と言い切っている印象があります。次にロングサイドアウティマルズのフォーカスグループのテープです。親御さんとマーケティング担当者が会話しているシーンで、日本語版では狂気を感じるという表現が使われています。しかし原文ではここにジェフリー・ダーマーという実在の犯罪者の名前が登場します。調べてみると日本語以外の言語では全てジェフリー・ダーマーで統一されていました。なぜ日本語だけ違うのでしょうか。ゲームのレーティング規制を疑うこともできます。しかし実際には日本より厳しいドイツや中国でもその名前が使用されています。そのため単純な規制問題とは考えにくいでしょう。しかも今挙げた3つの違いは考察において重要なポイントです。エディが喜びの時間で生存していたのか、主人公は人間なのかおもちゃなのか、ロングサイドアウティマルズの誕生時期、これらの解釈は翻訳によって変わってしまいます。つまりプレイヤー同士の解釈にも混乱が生まれる構造になっています。これは単なる翻訳ミスなのでしょうか、それとも意図的な翻訳の差なのでしょうか。私はこれは意図的に作られた可能性が高いと考えています。その理由を次で説明します。ちなみにリリーの死体みたいな匂いという表現はフランス語版では死んだラットの匂いという慣用句に置き換えられていました。さらに取り調べのテープに登場する 6C、TT、卵タートルにも興味深い点があります。卵タートルという名称はほぼ全ての言語で共通しており、なぜか日本語読みの卵がそのまま使われています。ここから考えると TT とは卵タートルの愛称である可能性が見えてきます。そしてこの場面でも日本語の要素が登場しています。こうした点を踏まえると
本作と日本語には何らかの深い関係がある可能性も考えられるでしょう。日本優遇説。では、なぜ日本語だけに翻訳の差異があるのか。それは、日本語に注目してほしいからではないでしょうか。チャプター5では、マーケティングの段階から日本がかなり優遇されているように見えます。例えば、発売前にはゲームプレイトレーラーで使用されるサムネイルが、日本のインフォレンズによって先行公開されました。さらに発売後のポップアップストアでは、新キャラクターのパネルが初披露され、世界初となるカードやステッカーも公開しています。加えて、アウティマル2体の正式名称もここで初めて公開されました。このように、日本はマーケティング面でも非常に強く扱われています。そしてゲーム内でも興味深い描写があります。それが新たな始まりという言葉です。この言葉は、アジアの東京を指していることが示唆されています。しかし不思議なことに、この言葉はほぼ全言語共通で日本語表記になっています。ここに強い違和感があります。例えば英語圏のプレイヤーは、その文字を一度翻訳しなければそれが日本語であることすらわかりません。つまり資料を理解するために、母国語ではない言語を翻訳して意味を理解するというワンクッションが必要になります。では、なぜこのような構造になっているのでしょうか。それは日本語そのものに違和感を持ってほしいというモブからの静かなメッセージである可能性が高いでしょう。もし英語と日本語で翻訳が違っていた場合、プレイヤーはこう思うはずです。どちらが正しいのか、なぜ違うのか、この混乱そのものが実は重要なのではないでしょうか。ここで思い出されるのが旧約聖書に登場するバベルの塔です。バベルの塔とは人々が天まで届く塔を建て、自分たちの名を挙げようとした物語です。しかし神はその傲慢さを見て、人々の言葉をバラバラにしてしまいます。互いに言葉が通じなくなった人々は、塔を完成させることができませんでした。簡単に言えば、人間の傲慢によって言葉が分かれ、人々は世界に散らされた、という物語です。この神話は、世界に様々な言語が存在する理由として語られています。そしてポピープレイタイムでは、アンバー氏のアートワークにもアダムの創造をオマージュした作品が存在しています。つまり、創世記のモチーフが使われている可能性は十分にあります。ストーリーが終盤に差し掛かり、真実に届きそうで届かない、そんなプレイヤー同士の言語の違いによる混乱を、ローカライズによって意図的に表現している可能性もあるでしょう。もちろん、別言語でも、紹介してない部分での差異は存在していることも考えられます。しかし、今回の日本優遇説は、偶然では片付けられないのも事実です。つまり、エディは7日と12日の2日。主人公は見た目が人間。ジェフリー・ダーマーはミスリード。このような可能性も見えてきます。ただし、中にはブラフとして仕込まれた要素も存在しているかもしれません。ここまでの情報を整理すると、見えてくるものがあります。日本語だけ翻訳が違う。ゲーム内では日本語が使われている。そして東京という拠点が示唆されている。これらが全て偶然とは少し考えにくいでしょう。では、この東京部署は、ストーリーの中でどのような意味を持つのでしょうか。ここで登場するのが、リッチという人物です。主人公は日本にいた？では、この動画の本題に入ります。エディとレースのテープでは、リッチについても触れられています。依然としてリチャード・ロビッツことリッチは、主人公の最有力候補です。リッチは会社の陰謀を暴こうと暗躍していました。それに対して、レースとエディは彼を味方に引き込もうとしています。通常であれば、情報管理部門の責任者であったローワンと同様に、ボクシーによる処分が行われても不思議ではありません。しかし今回は、別の手段が検討されていました。それが昇進です。リッチを出世させ、味方に引き込もうとする。レースの反応を見る限り、この提案は比較的前向きに受け止められているようです。つまり、この昇進作戦は実行される可能性が高いと考えられます。しかし、ここで疑問が生まれます。もしリッチを幹部に昇進させた場合、むしろ彼はさらに自由に動ける立場になってしまいます。それにリッチは、すでに出荷部門の責任者です。これ以上の権限を与えることは、会社にとって危険ではないでしょうか。さらに、リッチはみんなのヒーロー的存在でもあります。もし幹部になれば、支持者との連絡を取ることも容易になります。では、この昇進には別の目的があったのではないでしょうか。そこで浮かび上がるのが東京部署です。企業では昇進の際に別の拠点へ移動するケースがよくあります。例えば別の店舗に移動して店長になるなどです。つまりここでのリッチの昇進はアジア統括物流部長として東京部署に赴任させる計画だった可能性があります。これはいわば島流しです。こうすることでリッチを工場から遠ざけることができます。そして
音信不通になったリッチの支持者たちは次第に彼に不信感を抱くようになるかもしれません。またこの会話は来週が7日の週とされているため、時期は8月の第1週であることがわかります。1週間で海外移動するのは現実的ではありません。そのためまずは出張として日本へ向かわせる。その後正式赴任に切り替える。この流れであれば十分に現実的です。他の可能性としてリッチの解雇も考えられます。もし東京行きを拒否した場合、解雇をちらつかせた可能性もあるでしょう。しかしその場合リッチの覚悟は薄くなります。ポピージェルに落とされた際のお帰りなさいという発言とも少し噛み合いません。さらにラジオ音声には喜びの時間になぜ工場にいなかったという発言があります。つまり少なくとも喜びの時間当日には在籍していた可能性が高いのです。このことから考えるとリッチは工場の社員ではあるがその場にはいなかったという状況が生まれます。決してリッチを生かして無理に主人公にしたいわけではありません。しかしもしそうでないならなぜこのリッチの情報が存在するのかという疑問が残ります。レースは処分を示唆しました。しかしエディはそれを止め代わりに昇進案を提示しています。その際に出てくるのが軌道に乗っている東京部署という関連会社です。この流れを考えるとリッチ東京赴任説は当時としても十分に考えられるでしょう。さらにプレイタイム関連会社なら手紙の送り先も比較的容易に特定できます。日本は当時から世界有数のおもちゃ大国です。もしプレイタイム社がアジア展開を考えていたのだとすれば、東京という拠点は決して不自然ではありません。そしてアジアの計画が新たな始まりを意味しているのであれば、将来的にアジアを舞台にしたスピンオフ作品が登場し、リッチを操作する展開があるかもしれません。今回の考察が参考になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。